はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回は闘病期を離れまして、白血病について、入院生活などについて少しお話をしたいと思います。自分は白血病というものに対して、もちろんあまり詳しくなかったわけです。地元の総合病院を受診して、これは血液の病気だから専門の人に見てもらった方がいいですよと紹介状を書いていただいた。その時の先生のお話がですね、どうも白血病らしいというニュアンスを聞き取れたのでインターネットで調べてみた。概要としてはですね、本来作られるはずの正常な、白血球が作られていない、不良品だけがどんどん作られていくと、概要としてもまあそういうことのようなんですね。それから近年必ずしも不治の病ではないという、治療効果が上がっていきつつある病気でもありますよと、まあそのぐらいの知識しかないまま現在お世話になっている病院に行きまして、即日入院だったんですね。で、当時自分はガラケーしか持っていなかったので情報収集などはもうできないわけです。ただ妻は白血病について自宅でインターネットでいろいろと詳しく調べて知識を得ていたようなんですが、自分にはそのことは話しませんでした。妻とは毎日電話で話をしていたんですけれども、その際に自分に対して白血病のことについてですね、詳しい知識を与えてくるようなことはありませんでした。自分としてはですね、いろいろなことを知らなくてよかったんじゃないかなと思ってます。患者さんと先生や看護師さん、信頼関係がないとですね、治療がうまくいかないと思うんですね。自分がもし白血病に対してすごく知識を持ってしまっていたらですね、最初の処置はこうで、次はこうで、だからこういうふうになるんじゃないんですかっていうような、そういうことを勝手に考えちゃうと思うんですよ。でも実際患者を相手にする先生方というのは患者の状況に応じていろいろとこの人の場合はこうだからとか、そういう違いが生まれてくると思うんですね。そこのところで、いや本当はこうなるはずなんだけど先生こういうふうにしてくれないよとかなってしまうとですね、先生の言うことをやっぱり素直に受け入れられなくなる。看護師さんのお話もちょっとって思いながら、疑問を持ちながらではやはり自分もうまくそれは治療を受けられない、そういうことになるんじゃないかなと思うんですね。それを強く感じたことが一つありましてね、自分には妹と弟がいるんです。造血管細胞移植が必要だとなった時に、妹と弟の骨髄をもらうことはできますか、その検査をしてもいいですかというお話があったんですね。それで妹と弟に聞きましたところ、もちろんいいよということを言ってくれた。ただその検査を受ける前、検体キットを自宅へ送ってもらった。その間にですね、弟が脳梗塞になってしまいまして入院ということに、なりました。妹が調べたところによりますと、脳梗塞の人の骨髄っていうのはどうなんだろうと、良くないんじゃないかというような記述をインターネットで見たと言うんですね。だから弟の骨髄が自分のタイプと一致したとしてもですね、その骨髄は使わない方がいいんじゃないんですかというような、話をしてきたんですね。
自分は知識としてそういうことは全然わかりませんので、それを聞いたから、主治医が見えた時に、いや、こういう話があるんですよ。弟は脳梗塞になったので、その骨髄は使わない方がいいんじゃないかということを言ったんです。そしたら主治医が、これは自分の主観かもしれませんけど、すごく寂しそうな感じで、話をしてくれました。確かにそういう考えもあるかもしれませんね。ですが、それをどうするかというのは、こちらが決めることなんですよ。それでもその骨髄を使った方がいいか、それとも使わない方がいいかという、その選択をするのがこちらの仕事なんですよと。文言としては一字一句同じではないと思いますけど、いわばそういうことですよね。先生はそういうふうにおっしゃいましてですね、ああ、そうだよなと、もうそこで強く思いましたね。こちらが治療方法に対していろんな知識をですね、勝手に集めて、なんだかんだというのはおかしな話なんですよね。それにその主治医の先生はですね、日本一ぐらいのとても実績もあるし、信頼できる先生だったはずじゃないかと。その先生に対してこちらからふざけた話を持ち出しましてですね、非常に自分が恥ずかしくなったという、これはある意味ではそう思うこと自体が良くないことなのかもしれませんが、それが自分の本心ですね。ですからそれ以降は先生がこうしたらいいですかねっていう、提案をくださる。それはもう先生が考えて一番いい提案であると、思ってお願いしますということになりましたね。いろいろと大病を患った人などのお話を、見たり聞いたりするとですね、やっぱり医療機関に対しての信頼関係がどこかで崩れてしまっていると、より長引きやすいような、そういう印象を持ちますね。これは自分の場合の話なんです。ただその自分の思う感じではですね、やっぱり信頼関係ですね。そこが崩れた場合は治療が長引いてしまう、なかなかうまい方向にいかない。昔からある話で、例えばビタミン剤のようなものでも、これは病気の特効薬ですよと言われて、それを信じて飲んだ人はその病気が治っていくというようなこともありますよと。信じる力みたいなのも病気を治す上においては必要なんじゃないかなと。実際自分がいろいろな治療をしていただいて、こんなの効くわけねえよとか、そういうふうに思っていたら、本来は効くはずのものも効きづらくなるようなこともあるんじゃないかなと。やはり自分の気分みたいなものも関係ありますね。これで自分は大丈夫だと思える、そういう信頼できる先生に巡り会えたということが一つ自分にとっては大きいことだったのかもしれませんね。ただ2回目の入院をした時にですね、1回だけ結構わがままというか、いやもうこのやり方では自分は無理です、この治療のこれではもう自分は我慢できないと、どうにかしてくれということを訴えたことがあるんですね。どうしようもない時もありますね。ただそれに対して先生はもう即手を打ってくれた。その場でじゃあすぐ施術しましょうということで、準備をしてやってくれた。もう本当ね、そういったところがやはり信頼関係を築く上で大きいこと。それだけ先生が患者のことを考えて、この人にはこういう方法がいいんだけれども状況的にこうだからじゃあこうしましょうという、そういう決断ですね。
それも本当にありがたかったですね。ということで今回のお話は知らなくてよかったということがテーマですかね。お話をしました。最後までご視聴ありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、そして高評価、またはコメントなど気軽にお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。